皆さんこんにちは、JO1 の大平翔生です。今日はですね、僕が普段しているメイクをご紹介できたらいいなと思います。まずはですね、頻繁に韓国行かせていただくんですけど、その時にメイクさんがクレンジングから始まるんですよね。最初に適当にクレンジングで何もついてない状態なんですけど、今メイクもしてないし、でもちょっとだけ汚れが残ってたりするんですよ。それをあらかじめ取ってメイク始めていきます。ひげ剃ります。あるかな。ないね。一応気持ちやっといた方がいいから。スキンケアやっていきます。まず最初にイニスフリーのグリーンティーヒアルロンスキンです。これです。普段から使っててこのサイズ感が好きなんですよね。あとこれ低刺激でどんな人にも肌合いやすくて、スキンケアは僕はこうやってなるべく押し込んでやるスタイルです。人によるかもしれないんですけど、あんましっとりしたなんかローションタイプあんま使わないんですけど、これ結構中間ぐらいかな。しっとりとさっぱりのちょうど使いやすいと思います。メイク前にもちょうどいいかも。セラムイニスフリーのグリーンティーシードです。ヒアルロンセラムです。これ油分少なくてザ保湿って感じ。これもめっちゃいいんですよね。自分の肌はコンディションにもよるというか、その状況にもよると言いますか、ノーマルよりの混合肌だから、混合の人って意外と多いから真似してもらいやすいんじゃないですかね。夜とかは僕結構しっとりしたやつ使ってて、乾燥が気になる人でもしっとりめのやつ使ってあげたら改善すると思います。次パックいきます。今回使うのが、トリデンのダイブインのフェイスマスクです。今日これ使っていきたいなと思います。パック自体柔らかめで肌に密着しやすい形になってて、はい、だいたい僕10分ぐらいですね。あんま長く置いても逆に水分パックに持ってかれるんで、持ってかれない程度が僕は10分だと思ってて、これしてる間に僕のおすすめです。フェイスパックマスクです。つけますね。一旦つけますね。こうやってつけるとパックが落ちないんですよ。家の中でなんか掃除したり洗濯物を畳んだりで、じゃじゃん、セリキュアです。いろんなモードがありまして、青色のモードにすると美容液成分を中に入れてくれる効果があるんですけど、めっちゃ弱めにして僕はこの間にやってます。ちょっとこうやって、僕が使うとしたらこの青か緑と黄色、メイクを取った後にその時に汚れを浮かして取ってくれるんですよ。コットンつけて。これ本当に万能です。取っていきます。はい、次、イニスフリーのグリーンティーヒアルロンローションです。これ乳液です。ちょっとだけでいいです。本当にもう顔が今潤ってるんで、ちゃんとこの水分逃さないように閉じ込める感覚でスキンケアを最後します。一旦スキンケアは終了でございます。ベースの作業に入っていきたいと思います。まず最初に僕が使うのがカネボウさんのベイルオブデイ。これは日中美容液なんですけど、僕は日焼け止めとしても使えるし美容液としても使えます。 SPF50 も入ってるから、外で出かける時とか、なんならファンデーションしない日、これだけ塗って出かけたりします。だいたいこれぐらい手に取って顔にこうやって、これは手で広げていきます。僕これ結構伸びがいいんで、ちょっと塗っただけで広範囲に広げられるんでめちゃくちゃいいと思います。日焼け止めを顔に塗る順番はトン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 、おでこラストですね。なんででしょうね。日焼け止め首も塗りますわ。適当にこうやってここら辺にこうやって取って、下地入っていきたいと思います。イニスフリーさんのモイスチャーシルクベースです。
これは僕紫を使っております。紫は透明感が出るので僕は好きです。一旦ここにワンプッシュして、このでっかいペンで塗っていきます。これも僕ほっぺたスタートですね。考えてなかったけど。肌のトーンよりちょっと明るい色を使うんですよね、ファンデーション。その時に首との差がすごい人になりたくないんで。はい、下地が終わったのでリップを今のうちに保湿しておきたいと思います。リップは YSL のルージュボリプテキャンディーグレーズ2番使ってます。このちょっと色がついてない透明なバージョンなんですけど、これを使ってます。なんならスキンケア終わったぐらいでもやっていいと思います。ファンデーションやっていきます。これも見せますね。めっちゃ韓国語。エチュードのダブルレスティンファンデーションです。2つ使うんですよ。こっちはサンドっていう明るい色で、もう一つはタン。これちょっと暗めの色なんですけど、僕の肌にはこっちの方が合ってると思います。タンの方が。サンドのやつをポチッと出して、その後にこの暗めのタンをちょっとのせます。でこの上で混ぜて、暗すぎず明るすぎずの色を作りまして、これを一旦顔全体にのせていきます。こういう時になんかそんな方がいいかな。キャラちゃうな。可愛くない。いかにずっと綺麗に叩けるか、均等に叩けるか。このファンデーション、僕いろんなファンデーション使ってきたんですけど、これも韓国行った時に韓国の先生が使ってて、メイクが落ちにくいんですよね。これ僕の肌に合ってて、これ本当におすすめです。次ちょっとこの明るめのやつを出して顔の中心に広げていきます。これ2つ使ってる理由が、サンドとタン、この明るいやつと暗いやつの中間色を使って自分の肌に近い色をまず顔全体にちょっとなじませて、その後に明るめの色、こっちのサンドの方を顔の中心に広げていくんですけど、僕ハイライトもあんま使わなくて手間が省けるというか、グラデーションを作ります。顔にナチュラルに綺麗に見える僕のおすすめポイントです。ちょっと気になるとこ潰していきます。コンシーラーじゃなくてこの余ったファンデーションで塗りつぶしていきます。メンズはファンデーション以外にもコンシーラーとか買わなくていいので楽だと思います。次にパウダーやっていきたいと思います。僕が使うのはメイクアップフォーエバーウルトラ HD ルースパウダー。反対側にパッてやってここに出てくるので、気になるところ、テカってるところに、特にこの T ゾーンってテカりやすいんで、ここはちゃんとやった方がいいと思います。パウダーはこれぐらいにして、シェーディングノーズシャドウ使っていきたいと思います。ペリペラ V シェーディング03番。これを僕は3つぐらい全部黒いところから始まって、ちょっとくるってやってここにのせていきます。シェーディングやりすぎたらね、ちょっと怖くなっちゃうんで塩梅を探してます。メイクやりだしたきっかけは高校生ぐらいの時に、なんで男の人って髪の毛だけセットしてメイクとかしないんだろうってふと疑問に思ったのがきっかけで、高校2年生ぐらいかな。その時はバレない程度にやってました。気になるとこしれっと消したりコンシーラーとかで、それぐらいしかやってませんでしたね。最初は恥ずかしくて。いい時代になってきましたね。みんなメイクしますよね、今の時代。めっちゃ生きやすくなったなとは思います。感動してます。普段何も仕事がない日とかだったら、あとはこのリップを塗って完成です。これがルージュボリプテシャインキャンディーグレーズの4番です。YSL のリップは美容液成分も入っているので
潤います。はい。最後に香水つけて出発です。初めて言うかな。アナザー13ルラボンのやつ使ってます。一旦ここまでが僕の仕事じゃない日、普段のメイクです。ここからは雑誌撮影だったり仕事のナチュラルな時のメイクをしていきたいと思います。普段はメイクさんがいるのでその方に全てやってもらってます。やっぱプロなんで。でも今日はちょっと僕も頑張ってみたいなと思います。まず最初に、アーバンディケイ。これアイプライマーです。ちょっとでいいんですよね、これ本当に。上にこのアイフォール全体にのせていきます。これ僕ライブでも使ってます。もう全部取れちゃうんですよ。すっげえダンス激しいんで底見えコスメデイジークさんの07ですね。ミルクラテ。もうね、使いまくってますね。これを使っていきたいと思います。これアイフォール全体にのせていきます。何使おうかな。下らへんのやつ使って、これもちょっとのせていきます。本当に絵描くみたいな感じで、この色とこの色使ったら、もうなんかまろやかな感じで可愛いとか、暗めの締めの色をちょっと際とかに塗ったら目がしっかり入るとか、見つけてほしい。ただの実験だと思って遊び感覚でやってみてください。ここの暗い色使っていきます。昔はめっちゃナチュラルだったんですけど、最近はちょっと囲い目というか目が入るようなメイクをポイントで心がけてます。じゃあたくさんのせていきます。色次濃い色をビュラやっていきます。使うのはシュウ上村さんのビュラです。やっていきます。まつげね、上がってる方が気分上がりますから。できました。次にアイライン引いていきます。アイラインはディアップさんのこのペンシル使います。これがですね、この色がちょっと濃いめの茶色っぽい。目頭から引いて、ここもちゃんと通って、いつも上にちょっと上げるように意識してます。引いていきます。できてきたと思います。こんな感じです。今もうちょっと気になるところがいろいろあるんで、右目が完成しました。ちゃんと僕が好きなやつやりたいことも全部詰め込んで、アイラインちょっと跳ね上げて、石灰ラインといいますか、ここにラインを入れました。反対側も仕上げていきたいと思います。だいたいできたと思います。はい。最後にいつもやってるのがフィックススプレー。これも絶対あります。リアルマットメイクアップセッティングフィックススプレー。これ韓国で僕が教えてもらって、メイクさんにメイク終わった後にスプレーするのが当たり前だっていうのを僕は知らなかったので、それを教えてもらいました。これはマットタイプなのであんまりテカらないやつです。できました。これが僕の普段のメイクです。完成しました。はい、どうでしょうか。準備できたので香水パッてつけて行ってきたいと思います。バイバイ。